僕が辞めたら困りますよ。自信過剰な新人が退職届をちらつかせている。余裕しゃくしゃくの表情は俺を見下している証拠だろう。いいだろう、その挑戦受けてやる。俺は新人の退職届に手を伸ばした。俺の名前は大森健太。地方で精密機器製造会社の係長を務めている。工場そのものが山の中にあり、工場に隣接する本社も当然山の中にある。それもあって地元の人間しか求人に応募してこない。ほぼ地元民だけで構成された会社だ。しかしある年、そんな状況を打開するべく採用された新人が入社した。新しい風を吹き込みたいという一心で社長が都会から新卒社員を採用したということだった。部長から紹介された新人は真面目そうな印象を受けた。社長からは営業職での採用と聞いている。俺たち営業部の後輩だ。奥田淳です。よろしくお願いします。俺たちも順に奥田に自己紹介をしていく。奥田が気にしているのは学歴ばかりだった。この会社の採用は学歴不問になっている。高卒の社員もいるし、大学を出ていても有名大学ということはない。ここまで学歴にこだわる人間はうちの会社では初めてだった。みんな、俺が知らない大学ばかり出てるんですね。おまけに高卒まで。俺の大学ってどこだか知ってますか？奥田は学歴マウントを取り始めた。俺をはじめ全員が今までにないタイプの新人の対応に困ってしまう。その態度を見て新人はますます調子に乗る。はあ、やっぱ田舎はダメっすね。どいつもこいつも低レベルだわ。出勤初日のこの態度を見れば確かに違う意味で新しい風と言ってもいいかもしれない。だけどこれからこの大型新人に俺たちの会社は振り回されることになる。新人研修は新卒も中途も同じで製造から始まる。自分たちの作っている商品を知らずして何を売るのかということだ。奥田もこのルートで研修を始めていくと聞いていた。それなのに今奥田はなぜか営業部にいる。一流大学を出ているこの僕が下っ端の仕事を覚える必要なんかありませんよね。どうやら製造部に行っても作業着に着替えずにダダをこねていたそうだ。そして口を開くと自分は一流大学を出ていると繰り返す。とにかくエリートの俺にふさわしくないの一点張りで業務をまともにこなそうという意思がないようだ。とはいえお客様から商品の説明を求められることもある。その時に簡単な説明でもやれるようになっておかないとお客様から信用されないぞ。営業として採用されたのに製造に回されて面白くないという気持ちは多少なりとも理解できる。俺は何度も奥田を説得しようと試みたが彼には全く響かなかった。いやいや、課長さん、わかります。言いたいことはよーくわかりますよ。でもね、わざわざ製造部で学ぶことはないでしょ。カタログで十分です。分かってないから言っているんだ。悪いことは言わない。今からでも製造部に戻った方がいい。いやいや、それこそ時間の無駄です。タイパって知りません？ああ、でも皆さんのような低俗な方々には無縁な概念でしたね。俺が何を言っても製造部に戻るつもりはないようだ。きっとあっちでも同じような話をしたんだろう。俺は部長に相談することにした。すると部長の返答は思ったよりも早かった。なぜなら部長間ではすでに情報共有がされていたらしく問題になっているらしい。その協議の結果、今回の新人は特例で研修の順番を変えることが決定した。先に本人が希望する営業を経験してもらう。お客様と話せば嫌でも知識不足を自覚するに違いない。それから製造の研修へ移ることになったのだ。早速俺は新人の教育係としてふさわしい社員を選出する。営業部では新人の研修を岩瀬に任せたい。部長も持て余すような新人、俺に相手ができますかね。岩瀬は奥田と年齢も近いし、お前の営業実績は若手のエースと言ってもいい。
下手なやつをつけるより奥田も真面目に聞いてくれると思うんだ。まあやってみます。岩瀬は名実ともにエースと言ってもいい結果を残している。そのため岩瀬なら何とかしてくれるだろうとあまり心配していなかった。本人も営業に出たいと言っている。営業同行なら真面目にやってくれると思っていたのだ。しかし数日後、岩瀬が疲れた表情で俺に話しかけてきた。大森課長、あの新人は俺には無理です。何があったんだ？俺が高卒って言うだけで話も聞いてくれません。同行してもずっと営業者の中で待ってるんですよ。俺にはどうしたらいいかもう分かりません。奥田は学歴に妙にこだわっているからな。学歴だけじゃないです。俺が平社員なのも奥田は気に入らないみたいですよ。岩瀬は奥田の真似をしながら道中どんな会話をしたのか再現してみせる。奥田の真似に若干の嫌味が感じられるのは気のせいじゃないだろう。どうやら相当嫌な思いをしたようだ。奥田の新人教育は俺がやった方がいいかもしれない。俺は岩瀬をなだめて業務に戻らせた。奥田、今日は俺が教えるよ。前の人よりはマシか。俺もそんなに言えるほど人間できていないけど、お前のその態度は改めた方がいいぞ。人に物を教わる態度としてあまりに失礼だと思わないか？僕の方が立場が上だっていうのに？立場というのは学歴のことを言っているんだろうか。俺は大卒ではあるが県内の県立大を出ている。奥田のような誰でも知っているような大学ではない。この様子だと奥田は俺の話すらまともに聞く気はなさそうだ。奥田はアルバイトの経験はあるのか？僕のことバカにしてませんか？ああ、すまない。そんなつもりじゃなかったんだが。あるわけないでしょ。バイトなんて人生の負け組がやることですよ。本当に困ったな。これがジェネレーションギャップというものなんだろうか。俺ももう若いとは言えない年齢だ。奥田のこの考えにはなかなか合わせにくい。それなら数冊だけどビジネス書を貸しておこう。今日は俺も少し忙しいから研修以外はそれを読んでてほしい。自分で教える自信がないからってビジネス書に頼るとか。嫌なら別の研修工程を組むけど。こんなど田舎の会社が勧める本なんてどうせ大した内容じゃないでしょ。でもどうせ暇だし仕方ないんでこの僕が課長の勧めた本の査定をしてあげますよ。そう言って奥田は俺から本を奪っていった。ひとまず今日はこれでいいだろう。あさってには時間を作って奥田と同行しよう。今日は残業になりそうだ。翌日朝から意気揚々と奥田が話しかけてきた。やはり大したことのない本でしたね。ほぼ自分語りの小説ですよ。奥田は延々と本の講評をした。営業未経験の奥田には営業活動がイメージしやすいかと思ったんだけど、どうやら逆効果だったらしい。岩瀬が苦労したのもうなずける。随分と扱いの難しい新人が来たものだ。この日、俺は奥田を連れて営業へ出かけた。こんなやつでも社長が見つけてきた人材だ。何か光るものがあるのかもしれない。しかし、俺が期待しすぎていたのか、奥田は俺の得意先1件目から見事にやらかしてくれた。それは俺が得意先の担当者に奥田を紹介した時のことだ。この得意先は規模は小さいが長く続く会社で年季が入っている。うちとは創設当初から付き合いがある会社だ。実はですね、本日は新人と同行していまして、こちら弊社の奥田です。よろしくお願いします。そう言って奥田は片手で名刺を手渡した。この態度には得意先も驚いていたが、それ以上に俺も驚いた。こいつは名刺の渡し方も覚えていないのか。初日の研修には社会人としてマナーを学ぶための座学が用意されていたはずだが。いや、こいつのことだ。ろくに聞いていなかったに違いない。俺は得意先に丁寧に謝罪し、奥田の無礼を許してもらった。続いて2件目だ。この得意先は
しっかりと受付が用意されていて、若い女性が2人いる。先ほどの得意先とは正反対だ。ここの担当者は気難しくて定期的な訪問を要求されていた。いつもお世話になっております。あ、少々お待ちください。毎週決まった時間に訪問しているものだから、今では名乗らなくても話を通してくれる。受付の女性に応接室まで案内してもらう。ここまではいつも通りの流れだ。ふと気づくと奥田がいない。俺が辺りを見回すと、受付の女性を口説いている奥田を見つけた。もう我慢ならない。俺は奥田を捕まえて車用車で待っているように伝えた。奥田と一緒に商談に入ったら何を言い出すかわからない。結局俺の判断は正解だった。奥田は車用車に戻ってはいたものの、車の中で友達と電話をしていたからだ。今の営業先は悪くなかったですね。田舎にしては可愛い女の子が揃っていて。なんていうか、垢抜けない感じ。俺、意外とハマっちゃいそうだわ。奥田、確認しておきたいんだが、お前は仕事をする気があるのか？え？そんなの当然じゃないですか。ないならここにはいませんよ。それなら、それにふさわしい態度を身につけろ。僕が下手に出る必要なんてありますか？営業に大事なのは自信。僕たちはあくまで対等でしょ。お前は対等と礼儀を履き違えている。親しき中にも礼儀ありと言うだろう。またビジネス書ですか？くだらないな。この日、他にも訪問したい会社があったが、記者することにした。奥田は一度しっかりと教育しておく必要があると思ったからだ。奥田の研修内容を検討していると、急に俺の出張が決まってしまった。岩瀬、酷な相談だとは思うが、俺が戻ってくるまで耐えてくれ。一泊二日ですし、大丈夫ですよ。俺は岩瀬に奥田の世話を任せ、出張に向かった。出張1日目、俺は岩瀬に何か起きたらメールするよう伝えておいた。朝、岩瀬からメールが届く。奥田が無断欠勤しているというものだった。電話もつながらないらしい。念のため、俺も社用スマホから電話をかけてみる。当然のように電話はつながらなかった。結局この日、奥田は会社に来なかった。そのまま2日目も出社せず、社内では奥田が退職するのではないかという期待が出ているらしい。俺の出張も無事に終わりそうだと思った時、俺のスマホに着信があった。相手は得意先の一つ、奥田と訪問した2件目の得意先だった。はい、もしもし、大森ですが。相手は得意先の担当者だった。かなり怒っているのが受話器越しにも伝わる。俺には心当たりがない。様子を探るように聞いていくと、衝撃の事実が分かった。この2日間、奥田が受付の女性2人をナンパしていたようだ。2人を出社から退社までしつこく粘着し続けたらしい。得意先でもすぐに対応できなかったらしく、こうして俺に電話が入った。幸い取引に支障はなかった。それでも会社の信用にはひびが入ったことだろう。俺が奥田に電話してみたが、やはり出なかった。明日奥田は出社するだろうか。上長にはこのことを報告しなければならない。そう思うと頭が痛かった。翌日、何事もなかったかのように奥田は出社してきた。社内から落胆のため息が聞こえてくる。奥田、この2日間なぜ出社しなかった？ああ、生産性の低い仕事は嫌いなんですよ。すべてパスさせていただきました。パス？どういうことだ？俺にふさわしい仕事じゃない。そういうことです。奥田は悪びれた様子もなく、余裕に満ち溢れた顔で言った。お前にふさわしい仕事というのは、取引先の受付の女性を口説くことか。奥田は最初こそ驚いたが、すぐに調子を取り戻した。まあ、僕の取引先ですからね。何をしたって自由でしょ。お前の取引先なんかまだ一つもないぞ。研修もままならないのに。思わずため息をつくと、岩瀬が俺に耳打ちをする。大森課長、それがですね、
奥田は社内システムで管理していた取引先メールアドレスにメールを送っていたんですよ。は？なんだって？俺の反応がよほどおかしかったのだろう。奥田はまるで王にでもなったかのようにふんぞり返った。いや、本当に仕事が遅いやつらばかりだな。僕が全員に代わって営業やってやろうか。エリートの僕が担当した方が絶対に売り上げも上がるんだ。奥田、お前は社長が見つけてきた人材だ。それもあって今まで我慢してきた。だがもう限界だ。僕に文句があるんですか？それなら僕辞めちゃいますけど、僕が辞めたら困りますよね。そう言って退職届と書かれた封筒をちらつかせた奥田。いつの間に用意していたのだろうか。奥田の態度を見ると本気で退職するために用意したとは思えない。おそらく退職を餌にして自分の言うことを聞かせるという魂胆なのだろう。こいつの自信の源が学歴なのか、それとも社長が採用したお墨付きだからなのかはわからない。だが俺が受け取れないと確信しているかのような態度だった。俺はため息をついてその退職届に手を伸ばす。それを受け取り、俺は神妙にうなずいてみせた。ご自由にどうぞ。俺は振り返って全員に聞こえるように声のボリュームを上げる。さあみんな、得意先を混乱させた分自分たちで取り返していこう。全員が持ち場に戻った。以前の社内の雰囲気に強制的に戻す。しかしそれが面白くなかったのだろう。奥田は大きく舌打ちをしてからわめき出した。もう取り返しがつかないぞ。給料は満額、迷惑料も払ってもらう。当然だがボーナスもだ。心配しなくても給料はちゃんと支払われるさ。後で全員の泣き顔を見るのが楽しみだ。奥田はその後、社員全員を煽り散らかして帰っていった。翌日以降、奥田が出社してこなくなったのを確認して、俺は奥田の退職届を部長に渡した。これで正式に退職手続きが進むだろう。それから1ヶ月後、不意に奥田が会社のオフィスへやってきた。ニヤニヤとして間抜けな表情をしている。ご機嫌いかがかな、諸君。僕という人材の価値、身をもって思い知ったんじゃないかな。奥田か。本当に久しぶりだな。残念ながら会社は何の問題もなく回っているぞ。それなら僕も参戦して会社に貢献しようじゃないか。部長クラスを開けておいてくれたんだろ。どこまでも自分勝手なやつだ。そのくせ自分の立場を全く分かっていない。お前はもう社員じゃないぞ。お前の辞表は正式に受理されているんだ。お前には何を言っても無駄なようだな。俺は社長室へ行って直談判してくる。社長は今海外での会合に参加していて不在だぞ。海外？こんな寂れた田舎の企業が海外で仕事などあるわけないだろ。俺は奥田に新人研修の資料を渡した。本当にこいつは自分のことにしか興味がなかったんだな。新人研修で耳にしているはずなのに。俺たちの会社が作っている部品は世界中で採用されているんだ。お前がバカにした田舎じゃないと作れないものが世の中にはたくさんあるんだよ。そうか。なおさら俺にふさわしい会社じゃないか。俺は英語だって話せるんだぞ。英語だけならここの社員は全員話せるんだ。お前は知らなかったみたいだが、俺も岩瀬も3カ国語以上使ってるんだからな。は？嘘だろ？高卒がトリリンガルだって？どこでそんなの勉強するって言うんだ？海外との取引が多いうちの会社は語学学習にも力を入れている。みんなそれぞれ独学で勉強しているし、学びの場は何も大学だけじゃない。それを聞いた途端、奥田の顔が真っ赤に染まる。怒りなのか、それとも羞恥か、そのどちらもかもしれない。もしかして、お前たち、今まで僕をバカにしていたんだな。自分のことを棚に上げて威張り散らしている様子は、なかなか滑稽だったよ。でも、それ以上に学びの姿が見えなかったことが残念だったな。
挑戦のできない人間に成長はありえないぞ。はあ、お前まで教授みたいなことを言うのかよ。どいつもこいつも揃って同じことばかり言って。僕は優秀なんだ。僕が言っていることが間違っているものか。なんだ、もうすでに指摘されてたんじゃないか。お前は自分で思っているほど優秀じゃないよ。なんだよ。東京でも就活がうまくいかなくて、田舎ならって思って妥協してやったのに、どうして俺ばっかりこんな辛い目に遭うんだよ。奥田は泣き叫びながら走り去った。そして奥田は二度と会社に姿を現すことはなかった。ようやく嵐は過ぎ去った。俺たちの職場も平穏を取り戻そうとしている。その後、奥田は実家へと帰ったようだ。だが、プライドを完全に砕かれ、家に引きこもってしまったらしい。俺はというと、昇進の話が決まっている。奥田の件は良くも悪くも会社にとっては薬だったと言える。奥田の研修で気づいたことを社内で提案したのが評価された結果だ。内示の話を社長から聞いたとき、社長は、やはり変わった人材は入れるべきじゃないね、なんてこぼしていた。それには俺も完全に同意した。今後もどんな学歴でもいいから日々学習する意欲のある人材を採用していこうと社長とうなずき合ったのだった。